はい、それでは今日も行きましょう。今日は6月の14日。昨日土曜日でしたけどできなかったんで、今日日曜日に、農園通信やりたいと思います。今日はここいらから農園の真ん中からスタートです。ヤギちゃんとに生きてるんで大丈夫です。はい。これが植えて1週間経たない5日ぐらいだね。もう生産を始めてます。昨日から。で、明日どうやら天気が崩れそうなんで、昨日は天気良かったから、昨日農園通信本当はやりたかったんですけど、蒸気消毒がね、ずっとやってたんで、交配やって収穫しながら、これが今度次交配。どんどん、春は植物が成長が早すぎて、こっちが追いつかなくなっていって、ちょっとあれなんですけど、もうそして蒸気やったっていうのもこれをもう植えなければならない。そろそろ定植時期ですね。はい。でお嫁入りしてきたジャックルーツ順調です。でマンゴスチンの動画はまだ出してないんですけど、こう種を水に浸しながら日陰で芽出ししてます。なかなか芽が出てきてくれないですけど、なんか種がだんだん大きく太くなってきたようなんで出てくれるんじゃないかなって思いながら期待を込めて、1本でも出ればもうこっちのものどうにかしちゃうんですけど。で次はこれか。これは見なきゃいけない。岡山から来たメロン、もう大きくなってきたのはなってきたんですわ。そこそこいいメロンで、これは岡山の夏1で、ここが夏4、岡山からの夏4。いいメロンだ。ここは夏4、岡山からの。硬さもねちょうどいい。そしてここからがみやびもいいメロンになってきたよ。なんか割れてる匂いがするぞ。劣化の匂いがする。劣化の匂いがするぞ。劣化の匂いがするな。どっか割れてるかな。特有のメロンが割れた時の甘い匂いがするんだよな。割れてんのかな。そしてここからがうちの夏4ですね。これ種作ってます。427をかけたやつ。これがあとね収穫まで月末収穫予定なので28、29ぐらい。まだもうちょっとありますね。あと2週間で、今もいでるやつが昨日もぎ始めだからちょっと間が空くってことか。温室が大きいんで今もいでるやつはあと4日もぎます。交配もちょっとバラバラとしたんで、こんなメロンです。ほら、ちょっと大きすぎるぐらいなんですけど、まあ上出来でしょう。これはどっちがいいんだ。こうの方がいいか。上出来でしょう。でもねちょっとここいらアザミウマの食害ですね。アザミウマに食べられた跡がある。で初期の時期にアザミウマにちょっとたかられたんで、いつもよりネットが細かめに出てます。まあでも食ったらうまかった。16度は全然あった。16.7 だったかな。美味しい。53日熟すのも早い。でここ音の違いとかやってる線引きはF6 なんですけど、どうやら緩んできました。緩んできたんで、まあ順調に進んでおります。そして今真っ先にやらなきゃいけないのはこれですね。ここいらはある程度適流済ませてあるんで、粒抜き、最後仕上げで粒を抜いてって、これがこう出てきてくれればいいんだけど、
粒抜いて袋掛け、これは取らなきゃダメだな、多分出てこないと思う。それもまだちょっともうちょっとしてから。でやってないのがこれですわ。これをどんどん粒抜き適流していかないとやばい。こういうやつ全部抜いていかないと。ここいらはやってない。まだ動画撮ってないんですよ。であれはやってある。こっちもこれもやってありますね。ちょっと粒が多いかもしれない。もう一回抜く、仕上げで。こう出てくるとか出てこないとか、場所によってちょっと大きい小さいがあるな。それもちょっとあれだよね。また面白い、それも。でいつも長々となっちゃってしまうので、どんどんコメント返しを、していこうと思います。先週のメロン農家通信、から名古屋ミーチンさん、森田さんこんばんは。そういえばアールスロイヤルの木に大きくならないで黄色くなったものがありました。明日焼却炉に入れます。いいことです。早めに異常があるやつはもう燃しちゃうなり埋めるなり、そのまんま放置しといて、そこから例えば CCYV 体力硬化とかが感染してっても良くないんで、どうせダメなやつは早く見切りをつける。合ってます。ファイヤーファイターさんインドネシアから。すごいですね。大きくて厚みのある濃い緑色のメロンの葉と太い茎を作るレシピ。まず計算はしっかりと入れといた方がいい。計算を入れると入れないとで全然ボディの出来が違うので、ガシッとしっかりした木になっていくんで、計算は元比で、これそれこそ昨日もう蒸気消毒終わったんで、明日天気が悪いから肥やし入れて植える支度して、あさって植えるっていう11列あるんですよ。一竿だいたい50分かかるんですが、なので時間がかかる。そして離れられない。時間をちゃんとにタイマーがセットしといて、時間になったら変えるを繰り返していかないとどんどん後ろずれしていくんで。であと蒸気消毒は長い時間やってもあまり良くないんで、昨日そういえば蒸気消毒の写真撮ってあったな。こんな感じで入れていきます。はい。で、木を作るやつはやっぱり計算を入れて、で木を作りたいからといって窒素は効かせすぎない方がいい。NPK をバランスよく入れていくっていう感じですね。はい。LINE とかで写真とか送ってくれれば何かアドバイスが。それにあれして、メロンさん、ヤギの糞を使えばいいよと彼らは言った。確かに窒素とかね、そういうのは豊富にあるんだけど、動物の糞とかは僕はあまりこのベッドの中にはあまりというか全然入れないですね。窒素成分のコントロール、ある程度内容量がしっかりと、成分保証じゃないけど成分がどれぐらいなのかなっていうのがちゃんとにわからないと計算にならない。さっきの計算とは違って窒素の量が有機的なそういうヤギの糞とかはなかなか計算するのが難しいんで、きっちりと配合肥料を使うようにしています。魚糞とかね、魚の粉とかそういうやつ使ってます。でもコストとか考えてそれになれればそれでもいいと思うよ。はい、そんな感じです。はい。本田さん、あざが出たやつ、ケロイドね、難しい問題ですね。管理の問題です。僕の管理。もうちょっと、きっちりと、換気をして、もう早めにして、これはね、水が遅れたっていうよりね、ちょっと朝方の換気が遅かったのかな。もうちょっと早めにちょうど天気が良かった時期だったんで、悪いところからいいところに来ると木がもうちょっとしおれ加減に、水があってもしおれっぽくなるんで、そこで出たって可能性はありますね。あとは
夜と昼の寒暖差で無加温だとそういうことで肌が冷えてるところに突然テカンっつって暖かくなってくるとそこが結露してあざになるっていうタイプもあるんだけど、部屋はきっちりと暖房効かしてたんで汗かくようなこともなかったんで、僕の開ける最中の問題ですね。はい、ありがとうございます。これでかくなったサトウキビ、ほらこれが軸で、これが親の軸で、これが分結して出てきたやつだから、これを今度肥やしもう一発振って土寄せしていきます。そしてこれから来る梅雨明けの暑い時期に絞ってそこに炭酸水入れて飲んで水分補給、ぜひやりたい。はい、それでは名古屋ミーチンさん、森田さんこんばんは。自分のベルダーは硬い音や緩んだ音が一つ一つ違っています。同じ並びで作ってるのに不思議です。確かにね、こういう後輩のタイミングとか、あとは根張りの状況とか個性、樹勢の強い弱いとかで微妙に変わってくるんで、一番硬いやつ、大体鳴らして一番硬いやつがしっかりと緩み方向に行くまでなんつうのかな、緩む管理はしたいかな。硬いままは本当に良くないんで。はい。純一さん。他の人がメロンの質問をすると森田社長の目つきが変わって真剣に回答しているのがこれまでのメロン栽培にどれだけの時間や行動を行ってきたのかが感じられます。奥様の好きなところを見つりたいです。いや3つ選べないな。いや可愛いっすよ。可愛いのと、あとは丁寧だな。丁寧、仕事とか何もかも家事も全部丁寧にやりますね。丁寧なでしかも豪快なところがいいっすね。そして面白いですよ、一緒にいて。こんな感じです。真面目だな俺。流せばいい。次、あざのケロイドが出たっていうやつで、ちーくんお疲れ様です。果実を和らげるのは水や温度だけではないんですね。今月の末からちょっと大学病院で1週間のプチ旅行が決まっているので、その前に植え付けて根付くまでの管理は妻に任せたいと思っています。そこがずれ込んだら今年の栽培自体が振り出しか終了になるかもしれません。そっか、植えてから序盤の管理か。水を切らせなければ普通に1週間ぐらい大丈夫ですよ。なんか具合が悪いのかな、心配だな。ちくん、もうそこまでやばいほどの寒さいくら長野でも来ないでしょうから、水を切らせなければ大丈夫です。はい、序盤は特にね。ちょっと塩劣加減ってわけじゃねえんだよな。ちょっと足らないより少し序盤は多めぐらいの管理していけばリスクは少ないでしょう。でももう5日前だからね、今月の末だからまだいるんだな。チーグもいろんな写真送ってきてくれるんで、ちょっといろいろ差し込んでいきましょう。将来的に今日はちょっと間に合わないんで。でまたインドネシアからペマンダンアンガーさんが絵文字をたくさんくれてます。ありがとうございます。水圧で井戸掘りの動画で BMF505BMF さん、なんで素早くしないといけないんですか。埋まっちゃうんですよ。水源のところに行ってせっかく掘った穴がどんどん水とともに砂がギューって埋まってくるんで、それが埋まる前にずってそこの場所まで刺すってことですね。だから刺す目的の位置より50センチからもうちょっと深くまで掘って、で引き上げてさっと入れ込む。
で入れ込んじゃえばもうこっちのもんですわ。はい、コメントありがとうございます。作業が追いつかない。先週のやつで。秋山さん、初コメです。いつも勉強させていただいています。今年からイチゴの降雪ベッドでメロン栽培に挑戦している初心者です。アールスロイヤル夏系を栽培していて、交配期なのですが、中から上位葉にかけて落下酸、葉っぱが下向きに内巻きになるね。こういう感じね。症状が出て全ての株で発生しています。ゴールデンウィーク前後の冠水不足が原因かなと考えてます。その頃は遮光は極力せず、廃液率は晴天日で1から 5% ぐらいでした。F クリーンを貼っているのでハウス内部はかなり乾燥していますが、蒸れることはなかったです。森田さんは生産で水切りをされていますが、落下酸症状は出ないんでしょうか。もし今からできる対処などがあればご協力。わかるよ。中から上位、上の方がこういう風になるってことでしょ。どっちかって言ったら水が足らないっていうより水が多いんだと思うんだよな。水が多いとこういう葉っぱになる。で水が、足らないと足らなくてしおれる時はこうやってしおれるんですけど、それで水が戻った時には葉っぱがギュッて上向くんだよな。例えば交配期か、うちはもう終わっちゃったんだけど、交配の時期はどっちかっつったら水は乾かしめ、しおらせないまでも乾かしめでいくんで、こういうふうにはならないんだけど、序盤から水がどうしても多いとこういう葉っぱになりがちになるんだよね。こういう葉っぱの方がやっぱり健康的ですよね。ここだと交配もう終わって最初のやつはもう初期以来ここまで進んで、これもちょっと種取ろうかなと思ってんで、葉っぱのやつはこうですね。これはいい状態。これが逆にこうなるってことでしょ。これは、水が多いのと乾燥とかはそんなに関係ないはず。乾燥してればどっちかっつったらこうなりがち。湿気てるって湿度が高いとこうなる。症状としては。で、さっき見た交配前の様子が。これね、交配前なんだけど、ちょっとね、もうこれうちで一番硬いもうメロン入れてるんで、木がもうできすぎてる。ここが狭い。すっげえ狭いですよ。葉っぱがもう多いですね。木ができてる。だから今ちょっと水をちょっと多めに入れて、これを伸ばす時期、結果子を伸ばす時期なので、今水を与え込んでるっつっても、与え込んでてもこんな感じですわ。さっきかけたばっかりだし、明日もう一回誘引しないといけないね。すげえ。で一番硬いメロンなんで揃いが悪いですね。毎年こうなる。ちゃんとに春があるな。脂肪はしっかりついてるんでよかったんですが、で葉っぱでいうとこんな感じ。この時期、序盤の時期はね、そんなにこんなにギュッてならなくても普通のこういう葉っぱで実ができてきて葉っぱがでかくなってこうなってくると、樹勢がしっかりしていれば上を向いている。だから樹勢が足らない、木の勢いが足らないってことは、まず水が多いっていうやつと、乾燥気味は OK。水が多いのと、あとは考えられるのは野温が高いとか、野温もずっと高いと樹勢出てこないんで、温度差がしっかりないと。で序盤はメロンは夏系だとしてもとりあえず23
23度23度あれば十分なんで、しっかりと温度差をつけてあげて、樹勢というか木の勢いを、ほらこれもギュッとギュッとこんな感じでこんな感じでこんな感じでしっかり緩んで、これがF6 と同じところなんで、多分さどうなんだろう、またラインの方でもいいんで、あれをいただければ、写メとかいただければいろいろ想像がつくかもしれないんで、またそっちでもちょっとあれください。そうだね、樹勢多分葉肉もそうしたらそんな厚くないんだよね。厚いのかな、厚くてこういう風になってと今度逆に窒素型だったりするんだよな。難しいところだな。写真が見たいです。ぜひまた連絡してきてください。ちゃんとに分かることはあれしますんで。秋葉さんありがとうございます。コメント。発酵メロンの動画でスマートファームさん、発酵果は怖いですね。収穫は何日、交配後何日、交配後動画のやつは53から54、54日ぐらいかな。今もうそれぐらいしか容器の加減で持たないというか、もうそこぐらいまでしか慣らしとけないかな。アールスはそれ以上慣らしとくとそれこそ色が回ってきたりするんで、もうギリギリ53、4がいいとこじゃないですかね。はい。純一さん、森田社長いつも楽しい動画をありがとうございます。メロン通信が楽しみで毎日6時間しか寝れません。いや、まあ8時間寝るところ6時間なのかな。まあいいや。森田社長の好きな果物トップ3と大好物の食べ物を知りたいです。理由も作るのが楽しいのはやっぱりなるもの。メロンは本当に一番楽しい、栽培するのは。難しいけど楽しい。あとスイカも好き。トマトもいいな。ブドウもそこら辺ですかね、ベスト3。でね、食べるのはね、1位はマンゴスチン。完全にマンゴスチン超うめえ。マンゴスチンが好きで、ドリアンも好き。マンゴスチン1位、ドリアン2位、3位がパイナップルか桃だな。桃かな。まあでもメロンも好きですよ。メロンはもうアホみたいに毎回食べるんで、そんな感じです。ドリアンはね本当に美味しいの。ただ単に美味しい。だから好き。こんなの作りてえなって思ってで一生懸命作ろうと思ってるんですけど、なかなか芽が出ないです。はい。次80歳さん、動画拝見し葉の状態が良いですね。誘引クリップですが非常にいいですね。私のと違い誘引がとても楽と思います。どちらで購入したんですか？購入したのはね、業者から購入してね、この間誰かにも言われてネットとかで調べたんですけど、ネットにないんですよ。ここにこの丸いここの真ん中の部分に支柱をあれしてこう誘引していくタイプ。これねすげえいいです。確かにすげえいい。そしてすごく持つ。これでもう普通に10年は使えるね。年間3回で10年だから、年間4回で10年なんで1個で40回使える。こんな感じ。こんな感じですね。でも探したらまたお知らせしたいと思います。エビスっていうメーカーのやつなんですけど、探してもないんだよな。ちょっと業者に聞いてみます。ネットとかだと多分ないですね。ただロットはちょっと多かった気がする。1箱で1000個とか、それがもうちょっと少なくね買えれば。コメントありがとうございます。そしてそうだ、さっきの純一さんなんだそうだね、動画楽しみにしてくれてるのに1日遅くなってすいませんでした。はい、次
太陽熱ビニール消毒のショート動画で玉ねぎを転がす伊達男さん、土の中の微生物も死ぬみたいですよ。確かにさっきのうちのこの、写真出しましょう。土壌消毒、蒸気消毒も微生物もかなり減っちゃう。ほぼ80度で十数分になるぐらいの設定って時間でやってるんですけど、かなりいなくなるんで、何かを栽培する時にはその無菌に近くなったような状態に有効な微生物をやっぱり入れ込みますね。で早めにその微生物にそこのところの縄張りを作ってもらう。有効というより植物に影響がない、むしろどっちかって言ったらいい方に働くような微生物をバンと入れて、そのやつをその無菌の何もいない状態に、そのいいであろう菌に縄張りを作ってもらって、何か悪い菌がもう入ってこれないような状態にするっていうのがいいんで、だから草殺しのあれも微生物が死んだとしてもむしろ僕はいいと思っていて、蒸気消毒に近いやり方、栽培するんであれば、で栽培しないんであればもうそのまま放置ですね。で自然のままに任せるというか、将来的に何かしらの影響でまた微生物もやってくるでしょうから、で栽培、そうだね、そうだ、ちーくんがそれこそ動画くれてたな。ここいら辺にビニール、除草のちーくんの動画をちょっと挟みたいと思います。はい、これが今またビニール1枚分ずらした感じですかね。こうやって見てわかるように3枚目まできっちり枯れてます。やっぱ昨日暑かったせいで一瞬で勝負がついた感じです。ちょっとこういう中途半端なところはありますが、ほぼ1日で枯れました。やっぱ30度近くまで気温が上がると早いですね。はい、こんな感じです。素晴らしい、本当に素晴らしい。こんな時期でももうできんだな。すげえ晴れれば多分もうできますね。太陽熱消毒、太陽熱除草。はい。玉ねぎを転がすだって男さん、コメントありがとうございます。ロジメロンの2つる4課の動画で、メロンは孫づるにならすと思ってましたが小づるに見えますが、素人でその辺見分けがつかないです。そうか、ちょっとあれなんですけど、何もないからあれなんですけど、アールスメロンは親づる1本仕立てで小づるを出してそこにならせる。でこう何個も複数取るロジ系のメロンの場合は、最初の苗の段階で頭を止めて2本2つるに出して2つる、それが小づるです。小づる2つる出してって、そこから出る孫づるに結果子に脂肪って子供がつくんで、雌花がつくんで、その雌花を鳴らしていくっていう感じですね。でやります。だからこのアールスメロンっていうやつはアールス系のメロンの一花取りってやつは親づるに小づる出して1個、3つぐらい交配していいやつを1個残して、でロジ系の複数取る2花とか3花4花取る、メロンは小づるを仕立ててって5づるに出す、そんなイメージです。だから基本一花取り、そのロジ系のメロンを一花取りしようと思ったらちょっともったいないんですよ。樹勢とかもその4と複数取れるようになメロンの種類になるんで、しっかりそのメロンに合ったやつを、の仕立て方でいけばいいと思います。多分それぐらいの説明はついてると思うから、はい。
そんな感じで見てみてください。ミキオン5338さん、ありがとうございます。で、ファイヤーファイターさんがいっぱい絵文字をくれて、千匹が F6、メロンと対話する7日間。やっちゃん、私のメロンは台風日から開花が始まっていましたが、その日は夕方の受粉、翌日は曇天、それは失敗して黄色くなってしまいました。遅れ気味の受粉作業となってしまいました。受粉も初めて我が手でやったので一つにかなりの時間がかかりました。しかも真剣になりすぎて、脂肪に爪で傷をつけていたことに途中で気づき反省。これからは玉の成長を見守ります。おー、後輩終わったんだっていうか、後輩の動画来てたな、やっちゃんの動画。こんな感じです。5月4日9時です。朝の9時です。森田さんの種配りおじさんの苗がこんなに大きく育ってきました。昨日は台風だったので全く手をつけずに夕方雨が止んで見に来たらもう早いのは咲いていました。夕方の受粉嫌だったけどちょっとやってみました。今朝もちょっとまだね、雨がちょっとしとしと降ってるので嫌なんですけどしょうがない。受粉やってます。花が咲いたものから受粉やってます。あ、これあるか。まあ、花飛びしてるのもありますけど、全部ではないので、この一匹の蜂だけが一生懸命頑張ってくれてるんですよ。なんか面白い。この一匹、この中に入ってきた蜂がいるんですけど、頑張ってもらってます。はい、こんな感じになってます。すごく順調にいってます。でね、後輩は夕方はダメなんですよ、午前中。っていうのもこれなんでダメかっていうと、雄花の方の花粉が開花してからもうどんどん減っていくんで、もう夕方になればほぼ残ってないような状態なので、やっぱり午前中にやりたい。雌花の方はしっかり準備はできてるんで、まあその日中だったらいいんですけど、結局雄花の花粉がないからくっつかない。畑は良くても種がダメなのでダメなんですね。でもすごく順調に交配できてます。よかったです。種配りおじさんのあれだね。でダイソーのブルーシート、おひしばビニールで枯れるんですね。会社に毎年びっしり入るので除草剤であまり枯れないし困ってました。希望が見えました。おひしばは根っこまで枯らすのはまず難しいね。もうグリホサートがおひしば効かないからね。太陽熱はおひしば完璧ですよ。根っこまでいく。でしかもそのおひしばをそのまま取っといくっていうか、枯れたままペタンとして放置しとけば次が来るのが相当遅いんで、会社のそのおひしばに困ってるところとかはぜひおすすめで、あともしあれであれば、会社のあれとかであればこれがいい。草トールを、これ流剤なんで、流剤をおひしばのところにパラパラっと巻いておくとどんどん枯れます。おひしばに限らず枯れるね。でちゃんとに自然の成分に戻っていって、どっちかっつったら塩に近い成分になるらしいんで、本当の塩をまいたら枯れるんだけど、塩をまくとそこの土地自体が何も生えない死んでしまうんで、ああいう除草剤で対応したらいいと思います。あれはおひしばも何もかも効く。はい、コメントありがとうございます。ヤッシー78さん、千匹やメロン、音の動画の趣味2さん、今日からこちらの趣味メロン30個ほどの収穫が始まりました。去年初めてのメロン栽培でとてもメロンとして食べられるものではなかったのですが、今年は試し切りの時点で糖度15度のものができたので美味しく食べられそうです。おお、素晴らしい。15度あれば素晴らしいですね。で切ってみた感じ、果肉の感じとか硬さとか
あれを見てみて、もしまだ慣らしといても大丈夫そうであれば、あと1日2日っつってもうちょっと慣らしとくと、糖度は仕上げ期になれば1日1日少しずつ乗っていくんで、そこの一番いいような状態を、見極めてもぐのがいいですね。中に透明が、これ発酵ではないんだけど果肉が潤んでるところが入ってるようであれば、もうすぐそこの時点でもいた方がいい。全て素晴らしい。いいじゃないですか。確かに栽培しやすいっちゃしやすい環境だったかもしれないですね。朝がまだそんなにこう暑くなってこないんで、温度差もあって、でも序盤はあれだったのか、大変だったか。序盤はね、まだ寒いところから今の収穫のやつだと始めてるでしょうから、序盤の管理が大変だったでしょうけど、メロンがついて仕上げの時は意外とメロンのにあった。でも日本広いからな、どこかわかんねえかな、趣味兄さん。はい、でもよかったです。おめでとうございます。どんどんクオリティをアップして毎年作ってみてください。どんどん腕が上がっていきます。はい、ちーくん。アークランドが効きすぎた場合はリカバリーは容易なんでしょうか。アークランドがない場合は4を高く水をセーブすればある程度緩みますか。こんなことを聞いても、うちの苗はやっと本葉が出てきたタイミングですが、できれば来週には植え付けないと自分的な時間の猶予が取れないので、小さい苗で大きく育てるを実践し、アークランドは打っちゃった効きすぎた場合はリカバリーは効きすぎってこともないんだよな。やっぱり肥料でも水でもやっちゃうと取れないんで、薄いところからいって足していくっていう方がいいんで、アークランドも効きすぎたことはそんなないっすね。効きすぎたのかどうかは分かんないけど、玉が伸びすぎたりとかっていうことはあるかもしれないんだけど、で出荷とかしないんであればメロンがでかくなった方が食べる部分が多いんでいいかもしれないですよ。でもまず普通に育ててて、時期にはよるでしょうけど、アークランド2000倍3000倍で打ってたら効きすぎるってことはないですよ。でね、果肉がねこうちょっとジューシーになってくるんで、仕上がった時の果肉が仕上がった時に、だから一発でもやっといた方が、ネットも綺麗に割って持ってくるし、一回でもやっといたらいいと思います。井戸掘りの動画でDGBC62733、こんにちは。黄色いタンクは500リッターほどに見えますが、使った水の量は何リットルほどでしょうか。そっか、この動画ね、30分で終わった。確かに500リットルなんだけど、あれずっと水を足し引き上げながら他のとこが水持ってきて足しながらやってたんで、詳細には分かんないんですけど、やつだと500のタンク多分掘るまでは500で多分掘り切っちゃったんじゃないかな。でまた水を溜めて、その後上から水をまた入れ込んでふわっと生かして、小砂利と粗砂入れて、その時はまた水を溜めるみたいな感じでやってました。その時もまた500リッター入れ込んだ水を、そんな感じですね。はい、そして名古屋ミーチンさん、カンカンコンコントントンの動画で、森田さんこんにちは。5月17日に着火したベルダがもう1キロくらいになりました。少し緩み気味ですが、水をもっとやった方がいいのでしょうか。緩み気味で、5月17日だと1ヶ月弱なんで、1キロいってればもうベルダだからだいたい60日弱かかるんで、55日から60日かかるんで、まだ1ヶ月あるんで、そんなに焦らず水を多くしなくても、もう第2肥大期行って1キロになってるんで、普通にかけたら乾いたらかけるをもうずっと繰り返していく感じでいいですね。でもうちょっと先の仕上げ期、収穫10日前ぐらい、5月17日だから14で644、今月末ぐらいになったら
また相談してもらえれば、状況とともに。水は仕上げではきっぱり断水はしない。ある程度水がないと潤みが入ってくるんで、減らしながらも断水じゃなくてちゃんとにある程度水がある量を保ちながら水を減らしていく、切り上げて仕上げていく、そういうのが大事ですね。はい、できた。今週もコメント全部返せました。1日遅れましたがありがとうございました。皆さん 1週間コメントたくさんありがとうございます。そして最近動画の伸びがそこそこいいんで、作る意欲が湧いてきます。今週はさっき最初のぶどうはもう1日で完成させられる。そしてスイカの摘果をする。摘果をしてるんですけど、スイカの葉果をこう顔に塗ってると肌ツルツルになるんで、それをやって、またメロンがいろんなタイミングがあって、で今そうだあれだロジメロンこのところ全然報告してなかったんで、ロジメロンの報告もしていこうと思います。もうある程度それこそ1キロじゃないけどかなり仕上がってきちゃってるんで、4種類大きさも程よくって、で期待が持てるような状態ですね。はい、それの報告もしていこうと思います。じゃあこれぐらいかな。今週も明日天気が悪そうなんであれなんですけど、また今週も頑張ってメロン作っていって、ちょっと落ち着きたいですね。芝生を借りたい。置き芝が生えてきた。芝生を買って、でその後芝生の除草剤を決めてやりたいんで、また1週間頑張っていこうと思います。今週もコメントありがとうございました。皆さんもまたコメントいただけると、来週は土曜日にきっちりメロン通信やりますんで、またよろしくお願いします。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。